入社当時は、もう普通のアコースティックギターを作っていたんですか？まあもちろんアコースティックギターや箱物やけど、ガットギターっていうのがもともとは主流やったもんで。そうか、昔はやっぱりガットギターが主流。そらもうあれやわ、演歌やないけどもさ、昔の流しの人とかがやってる感じのノリ、ああいう感じよ。そうか。僕の実家にもありますもん、なんか古いガットギターが、ああいう感じのやつを作ってた。なるほど。そっからこうそれにスチール弦を張ってやりだしたみたいな感じやな。やりだした。やりだしたのが、これはまたもうフォークの形をしとるやねんけど。フォークの形をしている。もうそれからして違うわけですね。そう。昔はもうこんな格好しとらへんもんで、普通のクラシックのこういう形のやつに弦、スチール弦を駒もそれこそガットの駒であれにこう通してやっとったみたいな。そんな感じ。クオリティ自体はそう高いものではなかった。なかった。その頃そんなさ、本当に楽器というか、ギターの形をしたものみたいな、それ的やったもんで、あれもんで、それこそ社長がアメリカ行ってマーチ見てきてとかね、そういう頃からやっぱりちょっと意識が変わってきたね。なるほど。これで何年ぐらいのやつなんでしょう？何年だ？何年も書いてない。70年。YW350 って書いてありますけれど。なんかや、70年。どうやろう、70年初頭ぐらいと思うけどな。そう、なんか個人的な見解なんですけれども、60年代のやつを稀に見る機会があって、それと比べて70年代結構コロッとクオリティが変わったなっていうイメージがあるんですよ。特に70年代、それこそ今のお客さんがたくさん持ってる70年代の YW とか結構あるじゃないですか。あれとか見とると、あれ急になんかクオリティが上がったんじゃないかなっていうのは感じるんですけど、そのなんかきっかけみたいなのがあったんですか？やっぱり貿易始めて、輸出を、向こうからのいろんな知識とか、まずマーチンね、一生懸命測って、作ったけど、それも同じことにはなりません。それでもやっぱりそのクオリティはぐっと上がったわけですね。上がったよね。上がったそれ。なるほど。それでノウハウを、ギター作りのノウハウをマーチンとかから学んで、でそれをどんどん現在に至るまで昇華させていってるというか。それでもいろんなのを作ったんやね。やっぱり先代がとにかくさ、ああいう面白いことのアイデアマンっていうか、面白いことが好き。みんなはとにかくやいりが面白いっていうのが口癖やったけども、みんなが楽しい楽器、いい楽器、良くなる楽器とかそういうことやなしに、まずはお客さんを楽しませようという、そういう先代やったので。やいりギターは昔からですけど、なんか遊び心が、遊び心やね。小池さん結構なんかいろいろ開発されてますね。本当にはね、70年代こっち来てから、わしはラインとかそういうところに入ってなくて、それこそ機械の修理やないけどもそういう立場におったもんで、面白いギター作ったりとか、それこそ修理したり、ジグを作ったりとか、そんなことをやらせてもらっとったんや。すごいな。そんな中でいろいろギターを開発したりとか。そうやね。何を開発しました？僕知ってるのはピックアップも開発してますけど。ピックアップもいろいろやったね。いろいろやった。それこそ我流屋で大したことはないけど。じゃあ一期一会について聞いときましょう。一期一会はもうね、もちろんビギン
のね、はいビギンさんの方のアイデアというかはい考案やもんで、うんそれをただ形にしただけやけどね、言葉。はいはい。うん。どういう依頼だったんですか、具体的に。何やったやろ、あれね、ライブを見に行った時にそういう話があったんかな。実は4本あって、やる中とこんな弾き方ができるみたいなこと話があって、でまあそれはもうね、先代の面白いでやろうかみたいな話になって、まあ向こうからビギンの方からちょっとこうスケッチで絵を描いてきたもんで、まあ日本の楽器、まあギターはね外国から来とるし、日本からの楽器ということで花札をモチーフにした形にしようというようなことでこう絵を描いてきて、なるほど。でまあそれを形にしたみたいな。確か指一本で弾ける楽器とか、世界一簡単な楽器とかなんかそういう話も聞きましたけど、世界結構指痛いけど、痛いこと痛いです確かに、はい。それの独特の形を、何かしらスケッチ、紙切れのスケッチでから具現化した。そうやつや。あれもんで花札紙切れの形に似せて最初作ったらさ、どうもちょっとやっぱり弾いてみるとね、もうちょっとこれはここがあった方がいいなっていう話になって、わざわざ夜ビギン、ね、こちらに来てくれて、でそれも発泡スチロールのこんな塊持ってきてほんじゃあここで切ろうかって、それでその場で形をこう切ってみてじゃあこの大きさでいくみたいなそんなことあったね。結局あれでも20年ぐらい前ですか、もうそれでも。なるやな。なりますよね。大変やったんじゃないけどね、あの時は。なんか大変そうですね。大変。それはまあギターを止めるぐらい。他にもそうや、小池さんなんか変なギターを作ってましたね。お尻かい？お尻。そうか。お尻僕はお尻も小池さんが作ったんですよ。お尻はして作れんけど。お尻は作って。いやそれに関わっただけで。関わった。お尻は本当にあれはすごいインパクトがありましたね。そう。僕は覚えてますよ、入社する前、まだ10代ティーンズだったんです僕は。で楽器屋さんへ行ったら、楽器屋行って「八重ギターっていうのが岐阜にあるらしいぞ」って言って言われて、手作りですごいらしいぞっていう噂を聞きつけて、僕は名古屋の楽器屋まで行ったんですよ。それで「八重ギターってどれじゃ?」って「K 八重どれや見せてくれ」って言ったらお尻置いてあってなんだこりゃって思いましたよ。本当にまあふざけた会社だぜと思った記憶があります。そのぐらいのインパクトを与えなきゃ。それはさておき、他はそうオケのギターも実は開発されたのは小池さんであるとお聞きしましたが、開発っていうことでもないんやけど、一番最初は、食器洗いのこのねプラスチックの桶があるんやけど、たらいとかじゃなくて桶？たらいみたいな。たらいみたいなやつ、たらいみたいなことはね。それを持ってきてちょっとこれネクつけてこれで作れということになって、たらいに表こうスプルース貼って貼るんやな。だからプラスチックにどうやって貼ろうじゃんくっつくかなと思ったりして、ちゃんとくっつかんとね弱いしでまあしゃあないもんで。それ誰が言い出すんですか？それはまあ仙台やな。やっぱりそう俺もんで。まあしゃあないもんで一応はくっつけて、でもう縫った革で縫ったか革の紐で縫って表こう接着じゃないな、縫い付けた。一応は貼り付けるんやけども、
剥がれるといかんもんで、はいはいはい。紐でぐるぐるとこう塗っていくわけや。そうやってやる。それにネックをつけてギターにしたと。そうそう。でも壊れたらいいな、多分。それを要商品化しようと思いましたね。ああ、いや、それを商品化するつもりは多分なかったんやけど、まずそれで作ってみて、面白いか松か見て、それからそれこそ寿司桶やわ。寿司桶。それで寿司桶をでやるつもりやったよ、元は。寿司桶。本番は寿司桶。寿司桶やけど、たらいはそれが来る前にちょっとこれで面白いで作ってみようってことになったわけや。なるほど。傍から見るとそのたらいも寿司桶も一緒みたいな。やっぱ本気の時は寿司桶。寿司桶でギターを作って売ろうと。売れましたか？売れたやないかな。結構そういう感じで話はつきませんけれども、ざっと小池さんの昔から現在に至るまでを聞いてみました。で最後に小池さんのこれから今後の目標などを聞いていきたいと思います。そんな突然言われてる。目標何か成し遂げたいみたいなところはあるの？成し遂げたい。いやいやいや、もう成し遂げたいってことは成し遂げたいやない。どこまでいても成し遂げられるので追っかけてるわけや。ゴールがない。そう、ゴールがない。やっぱり半世紀ぐらい働いてもゴールが見えてこないですか？ない。結構絶望的ですけど、やっぱゴールはないんですね。そうか。私はね。ない方がいいかもしれないですけどね。やっぱりチャレンジやな。どんなことにもチャレンジしていかなあかんもんで。確かにゴールしたらもうチャレンジしにくいですもんね。ゴールしてまったらちょっと怖いですね、逆にね。楽しみないな、そんなやつ。なるほど。じゃあこれからも走り続ける。そう、あんまり走れんけども、それはもうチャレンジよ。チャレンジ精神やな。かっこええ。じゃあかっこいい小池さんでした。じゃあこれからも頑張りましょう。頑張りましょう。ということで今日は教えて小池さんということでいろいろお話を伺いました。全然知らない話もあってとっても楽しかったです。では今日もありがとうございました。ありがとうございました。誰にも見えないとこで